おすこちこんぽんポテトで今日もデータぶつけてきてねとよろしくお願いいたします。今日はですね、ロースクリーマー速報検証っていきたいなと思います。ということで、新しいスキル来ましたねということで、かなりロマンあふれるスキルなんで、これをね、まずはちょっと一旦速報的なね、検証していきたいなと思います。まずロースクリーマーなんですけども、インパクトシュートでね、50% 未満の時に発動しますよという形になっていきますよという形で、どれぐらい速くなんだろうというところで今日は調べていきたいなと思います。まずはロースクリーマー持ってないジェラードをキック力を同じ84にしてきましたよという感じで見ていくんですけど、これ普通の時ですね。まあこんなもん、まあ普通、確かにまあこんなもんだよなーっていう感じはしています。はい。で、これがじゃあロースクリーマーつけるとどうなるのか、こちらですね。結構ね、まあ、ちょっとミリのインパクトは厳しいんですけど、15% ぐらいからかな。結構いい感じの、結構入るよね。キーパー反応できないぐらいのスピードになってるかなと思いますね。はい、結構強いかもしれない。じゃあ、ということで、普通のジェラードですね。ロースクリーマー持ってないジェラードに、キック力99にして状態でインパクトやってきました。まあ、それだとどうなのかという形なんですけど、同じような力バランスでやって、パワーゲージやってみるとですね、明らかにね、多分ロースクリーマーの方が早いなっていうのはわかるかなと思います。じゃあ実際どれぐらい違うのかちょっと比べてきました。はい、これですね。上からキック力99、真ん中がロースクリーマー、キック力84です。で、下がキック力84のロースクリーマーなしの状態ですね。最初これ比べていきたいなと思うんですけども、99熱とあとは84のね、ジェラードに関しては、パワーゲージだいたい 30% ぐらい。で、真ん中のロースクリーマー持ちのジェラードに関しては、パワーゲージ 20% ぐらいですかね。ちょっと少なめにしてます。それでちょっと比べていきたいんですけど、ペナのこのラインに触ったところ、触れたところですかね。この中、微妙に言うとボール1個分ぐらいちょっと後ろからのスタートになるんですけど、これで見ていきたいなと思います。こういくとですね、ほら見て。一番速い。すごない？キック力99の 30%、パワーゲージだってこっちの方が上なんだよ。上なのに、こっちの方が速い。だいたいボール2個分ぐらいかな。ぐらい速いと。で、ちなみに言うと、キック力84の方も、ボール3個分ぐらいなんで、そんなにキック力上げても、ここのパワーゲージではそんなにスピードって変わんないのかもしんないね。はい。というところですね。で、もうちょっとパワーゲージ上げてきました。今度ね、ちょっとこれを 45% ぐらいだね。45% ぐらい。で、こっちも 45% ぐらい。で、ここをね、30% まで上げてきました。で、そうすると、ここもね、ペナでスタート位置合わせて見ていくとですね。はい。ここでやっと並ぶかな。そんな感じかな。キック力99の 45% と、ロースクリーマー持ちの 30% が同じぐらいになってるという感じですね。で、84の 40% はボール2個分ぐらい後ろかなっていう感じになってます。80のこのロースクリーマー持ってない方のジェラードをこんな感じで60% ぐらいかなまで上げてみました。そうするとはい、それでも速いボール1個分ぐらいまで縮まったけどっていう感じですね。もしかしたらここはもうそんなに上がんないのか、これは上限なのかもしれないけどね。なので明らかにロースクリーマーの方が速いということが分かりましたね。はい。で、こっちはね、両方ともロースクリーマー持ちなんですけど、こっちは 30% ぐらいパワーゲージ。こっちが20% ぐらいかなというとこなんですけど、見ていくとですね、はい。結構違うよね。だから 30% ぐらいが、できたらかなり速くなるかな。でも現実的なところで言うと 20% ぐらいの方がもしかしたら試合では使いやすいかもしれないですかね。はい、そんなところかなと思います。ということで今日はね、もう速攻なんで結論です。ロースクリーマー持ってれば、キック力99よりも速い。とします。はい、というところで見ていただきました。明らかに速くなってるのは分かりましたね。ちょっと、細かい数字とかで言うわね、ちょっと分かったらもうちょっとやっていきたいんですけど、目測で言うとプラス何%ぐらいなんだろうね。パワーゲージプラス 15% から 20% プラスぐらいの
キック力が蹴れるみたいな感じなのかな。同じキック力で考えたらね、なのかなって考えたら、まあかなり強いかもしれないなと思いました。で、現実的なところで言うと、まあ 15% とか 20% を狙うような感じでインパクトするといいのかなって感じはしました。で、ただね、ちょっとさすがにミリみたいなインパクト、本当にミリのインパクト 5% ぐらいの、あれはちょっとミドルシュートには向いてないかなっていう感じはしましたね。さすがにゴロになっちゃってチーパーに取られる、弾かれるってことが多かったかなって感じしました。現実的なところで言うと、ドロップシュートを打つような感覚で、本当にパーンって短めでスパッと切るようなのが一番いいのかもしれないかな。はい、ということですかね。まあ今日は速報なんでこれで終わりたいなと思いますけど、ちょっといろいろ気になることもいっぱいあると思うんで、ちょっと皆さんの中でも気になったことあったらぜひコメントで教えてください。ちょっとそれを元にちょっといろいろ検証していきたいなと思います。そもそもで 49% と 50% だったらどっちが早いのとかね、その辺もちょっと気になったりしますよね。まあちょっとそういうところとか、厳密に何%プラスぐらいなのかなとかがね、見れたらいいかなと思ってたりします。はい、というところです。これぐらい違うっていうのも見えたんで、それを元にちょっと育成とか、また動画朝方になるかなとか出せたらいいなと思っております。まあよかったら気になる人は見てください。はい、ということでよかったら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。今日はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。